はい、皆さん、こんにちは。クラウディアです。久しぶり。そんなに久しぶりではないですけど、今回の動画でこういう Get to Know Me の動画をやってみたいと思いました。少し私についての基礎情報とか、私が好きなこととか、趣味についてちょっと話したいと思います。まずは、私はクラウディアで、国籍はハンガリーです。ヨーロッパに住んでいる人の国籍は結構混ざっているですから、私の場合も2人のおばあさんはドイツのオリジンがあって、2人のおじいさんはハンガリーとスロバキアのオリジンがありますから、私も結構ドイツとスロバキアとハンガリーのミックスだと思っております。家族の中で4人がいて、両親以外もう1人の弟がいます。弟は今21歳でハンガリーの住みです。まだ勉強中です。私は5カ国語を話せます。僕はハンガリー語で6歳ぐらいから英語も勉強して、高校の時14歳からイタリア語も勉強し始まりました。大学に進学、あと日本語と韓国語も勉強し始まって、今日本に住みだけど昔韓国にも住んでたことがありますから、日常的な会話なら話せます。私の身長は170で、大阪に住んでいた時モデルもやったことがありました。関西住みの時、外国人のためのモデルエージェンシーの一人のモデルとして、たまに写真撮りに行ったりとか、こういう経験もあるんですけど、別にそんなに優先ではなかったですから、モデルキャリアはもう止まっちゃったと思います。寒い天気が好きで、雪も大好きです。だから一番好きな季節は冬です。誕生日も実は冬にあるんですけど、私の干支は水亀座で寅年生まれました。音楽的に私は主にヨーロッパのテクノが好きで、韓国の R&B もよく聴いています。映画種類の部分で主にホラーとスリラーとドラマが好きだと思います。食べ物の中で和食ももちろん大好きで、和食以外イタリア料理と韓国料理が一番大好きだと思います。和食の中で私は主に雑炊、とんかつ、刺身、うどんが一番好きだと思います。大阪の串カツも好きで、あとたこ焼きも大好きです。と揚げ出し豆腐。韓国料理の中でチヂミとキムチチゲとサムギョプサルも好きです。趣味として子供の頃からずっとスポーツをやっていました。3歳から泳ぎも始まって、4歳5歳ぐらいバレエもやってて、でもバレエは結構落ち着いてる感じだったので、バレエの代わりにヒップホップも始まりました。高校に入った後、バスケ、サッカー、アトレティクスもやりました。大学に入った後、チームスポーツやりなくて、ジムに登録してジムにだけ行きました。これはまだ変わらなかったです。子供の頃からスポーツがそんなに好きな理由は、家族の皆さんはもういろいろなスポーツをずっとやってて、例えばお父さんはサッカーが本当に得意で、お母さんはエアロビクスも好きだって、弟はモウンテンバイクもやります。私のいとこは長年カナダに住んでいたこともありますから、アイスホッケーもすごく上手です。こういう影響で私もナチュラルにスポーツも好きになりました。もう一つの趣味は読書です。私は高校に入る前に読書が好きじゃなかったです。友達は一冊のおすすめが本があるって、この本を読んで、この本はなんでそんなにスペシャルな、ちょっとわからなかったんですけど、この本のおかげで読書を本当に好きになりました。この本に本当にありがたいです。あの本を読んだ後、ずっと毎日読みました。1年平均150から200冊の間の本を読みました。高校の時、私は主にイギリス、フランス、ロシアとハンガリーの小説が好きだったんですけど、高校の時結構日本の文化も好きになって、ふるさとである図書館でハンガリー語で少し日本の本も読んでいましたけど、これは村上でした。大学に進学できた後、ブダペストに引っ越して、もちろんブダペストでハンガリー語に翻訳された日本の本の数も増えてい
て、大学生時代に日本の文学の中で芥川龍之介の本を本当にたくさん読みました。一番好きな小説は多分カッパという短い小説で、私はまずハンガリー語で読んで、ハンガリー語で読むのが完了した後、私は英語と日本語でも同じ本を読みました。ストーリーはもう分かったんですけど、言語を練習するために同じ本を別の言語で読んでるのはいい練習と思いました。卒業論文のためにも文学のトピックを選びました。坂口安吾の本について卒業論文を書きました。もう一つの趣味はカフェ巡りです。カフェに行ったり写真と動画を撮ったりが大好きです。おしゃれなカフェに行くのが好きで、東京で代官山、新久保、中目黒と目黒に行ったりします。この辺りでおすすめとおしゃれなカフェは多いです。私の MBTI は ENTJA です。私は今までハンガリー以外、イタリア、韓国、日本に住んでたことがあって、異なる国で一人暮らしをやりたい理由は3つがあります。まずはキャリアの機会と個人の成長と言語を学ぶため、3つのことを選びました。だからこの決定は主に専門的な要因と個人的な動機の組み合わせによって引き起こされていました。今回の動画は結構短かったんですけど、完了したいと思います。次に動画で会いましょう。はい、さようなら。